ご無沙汰しています。ひろです。みほちんです。今日は、はい、最初に写真をいくつか並べたんですけど、こちらのレンズを使った写真で、こちらのレンズを、使ってみた感想を言ってみようと思います。はい、で、今回使ったレンズが、うん、TT アーティザンっていう、はい、ところのレンズで、もともとライカ用向けマニュアルフォーカスのレンズを作ってたみたいな。それが APS-C 用のカメラのレンズを出したっていうことで、はい、使ったんですけど、はい、このソニーの α7-3 はさ、うん、フルサイズのカメラだけど、うん、その APS-C サイズのレンズが使えるのね、うん、ちょっと設定すれば、はい、でその設定の仕方は後でちゃんと、はい、はい、お伝えします。はい、でこれが1万円以下で買えるの。おー、お手軽ですね。すごいよね、うん、レンズがね1万円以下すごいね。そうレンズって高いじゃん、うん、これ1万円切っていいのっていう感じで、うん、マニュアルフォーカスなんだけどね、うん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 、今回僕マニュアルフォーカスが初めてだったの使うのが。そうだね。で使ってみて、もともとねオールドレンズってマニュアルフォーカスなんだって。あ、そうなんだ。そう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 、オールドレンズっていうのはフィルムカメラ時代あるじゃん、うんうんうん、その頃に作られたマニュアルフォーカスのレンズのことをオールドレンズっていうんだって。あ、なるほどね。そうそうそう、だからこれもマニュアルフォーカスなのね、写りももうオールドレンズ色が、そうだね、なんかレンズの味が出るっていうか、なんか私たちが好きな感じのレトロな写りみたいな、そう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 、レトロな写りっぽくなるのねこれが、今のレンズってさ、なんかすごい性能がいいんだって、で性能がいいんだけど、そういう一本一本のレンズの癖とか味みたいなのっていうのはやっぱり昔の方がちょっとあるみたいな。ああ、そうなんだ。そう、高性能に越したことはないんだけど、やっぱり水準が高くなると同じようなところに行っちゃうっていうか、なんか写りが変に良すぎるとちょっと寂しい感じがするよね。そうそう、なんかね、哀愁漂う写真が撮れる。そう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 、味がすごい出ます。そう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 。で見てわかるけどすっごいちっちゃいじゃん、もう 180g しかないのって。軽いでもともとは APS-C 用のレンズだから、実際本体はもっと軽いわけじゃん、使う人。うちは α7-3 フルサイズだけど、そうだね、もっと軽いのを使うわけだから実際は、だからなんかね、多分すごい軽いと思う俺。なんか普段が結構大きいの使ってて重いから、今回すごい取りやすくて、私も結構たくさん取ったりして持ちやすかった。持ちやすいよね、でここもう幅がもうね、フィルター機が39しかない、ちっちゃい、すごいちっちゃいです。で撮影する時はもう基本的に F1.4 にして、全部じゃないけど、F1.4 にして、でこうフォーカスを合わせて、で明るさはシャッタースピードで調整、で ISO 感度はオートみたいな設定でやったんですね。写真撮ってる人ならあなるほどねっていう感じだと思うんだけど、でそれでやっぱ撮ったらやっぱボケ感がすごい。ボケ感すごいね。でオートフォーカスじゃなくて、こっちでいいなと思った点があって、やっぱフォーカスが自分で合わせるっていうのは、やっぱりぼかす場所を自分で選べるっていう。そう、自分で好きなようにぼかせるから、こう撮っててやりがいがある。すごい。オートフォーカスはやっぱさ楽じゃん。そうだね、一瞬で合うからね。そうそう、一瞬で合うし、もう適当にあの写真いいなパシャってやってもう撮れてるわけ。だいたい適当に撮ってあんまりなんていうの焦点が合ってないってことはないんだけど、これはもう適当に撮ったら焦点が全部ぼやけてるとかはありえることだから、なんかオートフォーカスはやっぱ瞳とか近いものにフォーカスしやすいのね、すごい。だけど関係ないから、そうだね、近いものをぼやかしてとかもいろいろできるから、ポートレートみたいなアングルで撮って、その本人をぼやかせて後ろを映すとか、いろんなやり方がね、なんかもうね、その人次第でいろいろな撮り方ができると思う。そうだね。で写真もいくつか撮って、遠くの風景撮るときは、F 値をね8とか16とか、その辺にして撮ったんですけど、やっぱりね、俺このレンズは手元とか近く、だいたいそのポートレートぐらいまでの距離の中で、いろんななんか自分好みの
ボケの量とか、うんその幅で遊ぶのが面白いレンズだと思う。そうだね。まあこう広いの撮っても綺麗だけど、やっぱこれを生かすなら近いのだよね。そう、遠くの風景を、自然の風景をバンって撮るよりは、なんかもうこの辺の距離感をそうだね、手元でね、近場を撮るっていうのが、すごく面白かった。そうだね、楽しめたね。でこう同じ場所から近くに焦点を合わせて、近くを撮った写真とこう遠くに焦点を合わせた写真、こういうのも簡単じゃん、すごい。そうだね。マニュアルフォーカスだと、オールドレンズっぽいなってすごい思うのが、フレアゴーストが楽しめるっていうか、フレアって太陽の光が強い光とか入ってちょっとコントラストが薄くなるような感じ、ふわーんっていう柔らかい感じ、白っぽい感じになるのと、あとこうちょっと虹が入ったような、あれゴーストっていうんだけど、そういう感じがね簡単に出せる。フィルムカメラの映るんですとかでもたまにそういう風に映る時あるじゃん。そういう感じになるよね。そういう感じが撮れる。それはまあ賛否両論あんのかな。それがないのがいいっていう人もいれば、それをあえて出すので雰囲気が出せるみたいなそうだね、こともできるし、このレンズはすごく逆光で撮ったの、要するに逆光で撮ってやったら簡単に出た。そうだね。そうそれはいい意味でね。これいいかもと思って。私たちは好きだったね。であと焦点を自分で変えれるから、その焦点の合う場所になんて言うんだろう、主張したい部分が来る、じゃん写真って。でそれをずらすことによってちょっとニュアンスが変えれると思うんだよね。そうだね。例えばこのスターバックスっていう文字を手前に焦点を持ってくるのと奥に焦点を持ってくるのと真ん中に焦点を持ってくるのってほんとちょっとした差だけど、ちょっとニュアンスが変わるじゃん。そうだね、雰囲気違うね。そういうニュアンスの違いが出せるのがやっぱこういうマニュアルフォーカスなのかもって思って。確かに。俺マニュアルフォーカスを初めて使ったけど、やっぱオートの方が楽じゃん。車でもさ、オートマってアクセル踏むだけでいいじゃん。でもやっぱり運転してて面白いのは、車好きな人はマニュアルが車は面白いね。そんな感じでカメラもね、マニュアルフォーカスは本当にその人の個性が出ると思う。すごい。そうだね。で動画となると、やっぱりオートフォーカスはやっぱすごい楽だわ。確かに動画だとこういろんなとこをね、動画だとそうこう動かして勝手にフォーカスが合ってくれるから、で動画はそうあってほしいじゃん。やっぱりちょっとした撮影だと、こう動かして自分でフォーカス合わせてピント合わせることはできるけど、例えばじゃあこれをジンバルに乗せて撮影するってなったらちょっとそれは無理かなって。そうだね、なんか風で揺れてるお花とかを撮る、動画で撮るとかだったらできるけど、カメラの場所を固定して、カメラを動かさずに動いてるものを撮る分には全然いける。そうだね。し雰囲気もある動画が撮れる。だけど自分が動く側になるとマニュアルフォーカスで動画はきついかもしれない。そうだね。であとこの F 値とこの焦点のピントを合わせるやり方で本当になんかね、いくつものパターンが取れるっていうか、 F1.4 でやるとやっぱりすごいボケるから、ピント調整はすごいシビア。そうだね。ただその F 値を上げてやると多少ピントが曖昧でもそんなに違和感なく取れるから、取りやすいっちゃ取りやすいね、 F 値を上げた方が。でその F 値とそのピントの合わせ方でまたそこで撮り方もいろいろできて、同じ風景があります、F 値をこう8とか16とかにしてぼかさずにピント合わせて写真を撮るっていう選択肢もできるし、逆に F を 1.4 とかすごいぼかすようにして手前に焦点を合わすっていう撮り方もできるし、逆にそのすごいぼやかしたまま奥に焦点を合わせて手前をぼやかすこともできるっていう。だからもう同じ景色でもその人がどこに焦点を持ってくるのかとかでもいろいろなオリジナリティのある写真が撮れるんじゃないかなと思って。そうだね。写真を撮る人には
すごく楽しめるうん一本かもしれない。うんでこれがこのレンズね。でここで F 値を調節する感じで、ここでピントを合わせるレンズなんだけど、でさっき言った設定を、紹介しようと思います。でこれはソニーの α7-3 のあくまでやり方だけど、 APS-C スーパー 35mm ってなるじゃん。ここを押して、ここをマニュアルで、マニュアル時の APS-C35 撮影を入りにするのね、こうするとちゃんと撮れるの。でこれを例えばオートにして、まあ、オートにしたらもうこれ入りでも切りでも、これマニュアル時の設定だからオートにしていくと、こういう外側に黒いレンズのね、この部分が映っちゃうの。なるほどね。そう。でこれをマニュアルにして、これを切りにしても黒いのが映っちゃう。ここをマニュアルにして、このマニュアル時の APS-C35 撮影を入りにすると普通に撮れるの。でなんでこの設定をしないとああいう黒いのが映っちゃうかっていうと、センサーサイズが違うからだね。要するにこれはもうフルサイズのセンサーサイズで、APS-C 用のレンズっていうのは、その APS-C のセンサーサイズに合わせたレンズなわけ。でその APS-C のサイズっていうのは、まあ、フルサイズよりもちっちゃいよね。でこのスーパー 35mm っていうのにすると、ほとんど APS-C のサイズに近くなるのね。だから APS-C の写真のように撮れるの。そう簡単に言うとセンサーサイズが違うから、APS-C のセンサーサイズに近づけましょうよっていう撮り方を設定にすると、普通に撮れる。これをやんないとちょっと黒いのが入っちゃうから、まあそれも使いようによっては使えるけどね。そうだね。わざと入れるっていう。画像編集とかでもこうわざと黒く入れるのとかも入れるあるもんね。あるから。そうだからそれをしたい人は、そうだよね。編集でもあるもんね、たまにね、そういうのわざとつけるみたいな。だからわざとそういうの入れて撮っても、まあありっちゃありかなと思います。F1.4 っていうのはすごい明るいレンズだから、夜景も撮ってきました。ポンとね。ポンポンと。だからまあ夜景もいいし、そうだね。だからこのレンズはまあ個人的にはもう写真にいいなっていう、動画っていうよりは写真にいいなっていう。まあ動画も使い方によってはね。私動画も好きだな。テイストがでしょ。そうだね。だから撮り方を選べば動画でもいけるし、っていうマニュアルフォーカスっていうのを使いこなせれば全然幅は広がるよね。そうだね。まあ僕個人的にはまあ、手元すごい近くから、寄れるからね、だいぶ、近くから、まあ、ポートレートからちょっと先ぐらいまでの距離感でいろいろ設定を楽しむ方が面白いかなって思いました。今回のレンズ激安だよね。激安だね。ということで、レンズの紹介をさせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。